シャーロの日本語ポッドキャスト。会話が続かねえ。こんばんは、シャーロです。皆さんお元気ですか？こう聞かれたら、元気でなくても、とっさに、元気です、と答えてしまうのが僕です。この前、日本人との初対面の会話例、という動画を出したんですが、この動画を作ってる時にパッと思いついたことがありました。それは、日本人との話し方。日本語を勉強しているからには、日本人と話したいですよね。そうですよね。アニメを見るだけでは終わらないですよね。ということで、今回は、日本人との話し方というテーマで話していきたいと思います。すみません。嘘つきました。日本人とっていうより、人との会話の極意を話していきたいと思います。極意っていうのは、物事の本質、核心という意味ですね。もう少し簡単に言うと、すごく大切なことという意味です。会話をするために、すごく大切なことを話していきます。日本では、会話が苦手なことを、コミュ障って言ったりします。日本人の僕でもちょっと言いづらいです。コミュ障、コミュ障、コミュ障。コミュ障っていうのは、コミュニケーション能力が低いという意味なんですが、よく、俺はコミュ障なんだとか、私はコミュ障だよなんて使い方をします。自分は会話が苦手ですって意味ですね。で、僕もコミュ障なんですが、意外と会話のテクニックを人よりは知ってるのかな、と最近思い始めました。今回話していくことは、日本人との会話以外でも、人と会話する上ですごく役に立つテクニックだと思っています。意外と当たり前のことなんですけど、人と会話してても、これを知らないから会話が続かないんだろうなってことが結構あるので、今回は特別に紹介したいと思います。もし、会話が苦手だよって方は、ぜひ最後まで見てください。特に、日本人は会話が苦手だと思っている人がかなり多いと、個人的には思っているので、もしあなたが会話をリードできるようになれば、もうモテること間違いなしです。多分、日本人に、あなたはコミュ障ですかって聞くと、うん、そうだと思うって答える人が8割くらいいると思うので。ちなみに、モテるというのは、人気があるとか、誰かから好かれるという意味です。では、行きましょう。シャーロの日本語ポッドキャスト。皆さんに会話の極意を5個お教えしましょう。会話の極意1つ目は、相手を褒めることです。チャットで出会った場合は置いといて、リアルで実際に会った時、またはビデオ通話をした時など、まず最初に大切なことは、相手を褒めることです。前回の動画で、おしゃれという単語を紹介しましたが、おしゃれっていうのは便利な言葉で、魅力的という意味を持っています。とりあえず、初対面で会った時は、相手が身につけているものを褒めておきましょう。カバンだったり服だったり、時計だったりネイルだったり、髪の毛だったり。そのネイルすごいおしゃれだね。これ言っとけば、とりあえず OK です。そのカバンおしゃれだね。その服おしゃれだね。その時計おしゃれだね。その髪型おしゃれだね。こんな感じですね。で、注意点が2つあるんですけど、褒めすぎるのはダメです。もちろん褒められたら嬉しいんですけど、初対面で5個くらい一気に、おしゃれだね、とか言うと、明らかにおかしいので。もう一つ、適当に褒めるのはダメです。おしゃれっていう言葉は、基本的にはすごくいい意味で使うんですけど、
使い方によっては、印象が悪くなってしまう場合もあります。例えば、坊主の人に、髪型おしゃれだね、とか言ったら、ちょっとおかしいですよね。なので、適当に褒めるのはやめておきましょう。相手を褒めること。これが会話の極意一つ目になります。はい。会話の極意二つ目は、常に聞き手になる、ということです。人は基本的に、話を聞いてもらいたい生き物だ、ということを覚えておきましょう。自分は話すのが苦手で、ってみんな言うんですけど、それは、自分が何か話さなきゃ、と思っているからです。例えば、あなたが今から急に、何か話して、と言われても困りますよね。ですが、あなたは今日何をしましたかと聞かれたら、すぐ答えることができると思います。僕はこの前チャットアプリを試しに入れてみたんですけど、9割以上の方が聞き手に回ろうとしません。どうやって会話を続けているかというと、僕が質問を毎回毎回投げかけているんです。もし、僕が聞き手に回らなかったら、すぐに会話が途絶えてしまうと思います。人は、質問をうまく投げかければ、ベラベラと話し始めるんです。なので、会話が苦手だと思っている方は、常に聞き手に回ることを意識してみてください。でも、ちょっと難しいよって思うかもしれませんが、あなたが興味のあることを質問すれば OK です。ここで僕が言いたいことは、相手に興味を持ちましょうってことですね。質問して答えが返ってきたときに、気づいたら自分の話をベラベラと話し始めてしまう人がほとんどです。別にそこまで悪いことではないんですけど、常に人は話を聞いてもらいたい生き物だということを覚えておきましょう。具体的に何を質問すればいいんだろうって思いましたか？質問をするときは 5W1H を意識しましょう。これは When, Where, Who, What, Why, How のことです。いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように。例えば、旅行の話になったとしましょう。この前旅行行ったんだ。おう、いいね。どこに行ったの？沖縄に行ったよ。沖縄いいよね。特にこの季節は最高だよ。俺は一回だけ行ったことあるよ。〇〇は一人で行ったの？一人では行かないよ。高校の頃の友達と4人で行ったよ。うわ、高校の頃の友達か。めっちゃ楽しいやつじゃん。羨ましい。俺は最近高校の友達とは全然会ってないな。沖縄では最初に何したの？こんな感じですね。5W1H は意識しすぎなくて大丈夫です。聞き手になるということを常に意識して、興味のあることを自然に質問してあげましょう。これが会話の極意二つ目になります。で、5W1H を意識しすぎると、会話ではなくて面接みたいになってしまいますよね。そこで、会話の極意三つ目は、共感するということです。先ほどの旅行の会話を思い出してほしいんですけど、一旦僕の感想を挟んでいるのがわかりますか？もし、これがなくなるとどうなるでしょうか？この前旅行行ったんだ。どこ行ったの？沖縄に行ったよ。一人で行ったの？高校の頃の友達と4人で行ったよ。沖縄では最初に何したの？こんな感じになります。せっかく聞き手に回ることができているのに、会話が面白くないし、この旅行の話題が一瞬で終わってしまいます。なので、一旦共感するということが大事です。人は会話しているとき、自分の話を聞いてもらっていると感じたときに安心します。では、どうすればそう感じてもらえるのか。
それは、相手の言ったことを自分が繰り返すことです。日本では、これを、オウム返し、と言います。例えば、相手が、沖縄に行った、と言ったら、自分は、沖縄に行ったんだね、と相手の言葉を繰り返して発言します。そうすることで、相手が話を聞いてもらっていると感じやすいんですよね。で、結果的に安心感につながるわけです。他にも、相手の発言に対して、いいね、とか、そうなんだ、とかっていう言葉を挟むだけでも、何もないよりは、だいぶ印象が変わります。そして、ここで自分の話もちょっとだけ混ぜてあげましょう。常に聞き手に回ることが大事だと言いましたが、自分の話を一切しないのは逆に不信感につながります。相手の話に対して自分の話を少しだけ加えることで共感もできるし、さらに話が広がる可能性が高くなります。相手の話に共感すること。これが会話の極意3つ目になります。シャーロの日本語ポッドキャスト。では、4つ目。4つ目は、人を笑わせる会話を心がける、です。やっぱり、会話は笑いがあってこそ盛り上がりますよね。いや、僕は芸人じゃないから面白いことなんて言えないよ。そう思うかもしれませんが、面白いことを言うよりも、まずは笑顔で会話することが何よりも大事だと思います。笑顔の人と話すときって、何を話してても心地いいですよね。おはようという言葉だけで会話しても、お互いが笑顔だと、それだけで楽しくなります。でも、なんか面白いことが言いたいという方もいるかもしれません。知りたいですか？いいでしょう。一番使いやすいのは自虐ネタですね。自虐ネタというのは自分の容姿や欠点を笑いの対象にするというものです。例えば、恋愛で悩んでるのをアドバイスしようか？俺、彼女できたことないけどね。こんな感じですね。これは恋愛のアドバイスしようかと言いつつ、彼女ができたことはないと言っています。つまり、彼女ができたことないから、アドバイスはできない自分をネタにしているということです。自虐ネタのいいところは、他の人を傷つけないところですね。で、もう一つ笑いを取る方法としては、わざと思ってもないことを言うという方法です。例えば、趣味が何かを聞いたときに、読書が好きだと相手が言ったとしましょう。僕の印象だと、読書が好きな人は、割と落ち着いた性格の人が多いと思うんですよね。そこで、あ、読書好きなんだ。トライアスロンとかめっちゃ得意そうだけどね。みたいな感じで言うと、印象と真逆な発言なので、笑いが取れることがあります。いや、絶対得意じゃないでしょ。って。先ほどの旅行の会話もそうですが、一人で沖縄に行く人はなかなかいないと思います。なので、そこで、一人で行ったのと聞くことで、笑いが生まれる可能性があるということです。まあ、僕は一人旅の方が好きなんですけどね。ですが、注意点があって、これは先ほどの自虐ネタとは違って、人を傷つける可能性があるということです。やっぱり言われたら嫌なこともあるだろうし、これは相手の雰囲気で見極めるしかないですね。相手も自虐ネタを使うような性格なら、全然ありだと思います。で、もし、こういった笑い要素を全く拾ってくれない相手だった場合、それはもう諦めましょう。長くは続かないと思います。やっぱり会話が楽しい人って価値観だったり、笑いのツボだったりが同じような人だと思うんですよね。
自分が笑ってほしいところで笑ってくれる人を大切にしましょう。人を笑わせる会話を心がける。これが会話の極意4つ目です。そして、最後5つ目は、日本語を話している時に使える技術になります。それは、時々、タメ語を混ぜることです。タメ語というのは、親しい関係で使う言葉のことです。例えば、今日はいい天気ですね。は敬語ですが、今日はいい天気だね。はタメ語になります。相手との関係が友達に近い場合に使いましょう。友達といえば友達だけど、まだそこまで親しくない関係性の時ですね。初対面で、まだ敬語を使っている時には、ぜひ使ってみてください。ちなみに、仕事の上司とかには絶対に使わないでくださいね。具体的にどうやって使うかというと、相槌をするときや、自分の感想を言うときに使えます。例えば、相手が言ったことに対して、そうなんですね。という代わりに、そうなんだ、と言ってみたり、そっか、と言ってみたり、そっか、や、そうなんだ、は、そうなんですね。をカジュアルにした言い方になります。例えば、この前の休日は何かしましたか？先週は好きなアーティストのライブに行ってきました。あ、そうなんだ。好きなアーティストのライブほど楽しいものはないですよね。誰のライブに行ったんですか？こんな感じですね。普通は、あ、そうなんですね。というところを、あ、そうなんだ。ということで、若干距離を縮めることができます。急にタメ語が出てきて、一瞬、となるかもしれませんが、その後すぐに敬語に戻すことで不快感を与えません。他にも、自分の感想をタメ語にすることができます。例えば、最近、スタバの新作を飲みました。あの新作、もう飲んだんですか？いいなぁ。インスタで見てから、僕もずっと飲みたいと思ってました。どんな感じでしたか？正直な本音、聞きたいです。こんな感じですね。本来は、いいですね。というところを、いいなぁ、に変えてます。こうすることで、タメ語を使っているのに、相手に不快感を与えずに、自然に距離を縮めることができます。タメ語を使うのは、ほんのちょっとだけにしておきましょう。特に、最後に質問を投げかけるときは、敬語にすることをお勧めします。最後の質問がタメ語だと、他の文章がすべて敬語でもかなり不快に感じます。このテクニックはかなり上級者向きで、日本人同士でも使えるものなので、不安な方は最初はすべて敬語で話した方がいいかもしれません。ある程度距離が縮められたと感じたら、タメ語でもいいか聞いてみましょう。タメ語でもいいですか？って聞くと、ほとんどの人が、大丈夫です。と答えます。そうしたら、貴様の好きな食べ物は何だ？と聞いてみましょう。冗談です。絶対にしないでくださいね。僕は責任を取りません。貴様という言葉は、アニメではよく使われますが、かなり汚い言葉なので。まあ、ギャンブルが好きな方は試してみてください。笑いが取れるか、地獄のような空気になるかの二択です。会話の極意5つ目は、時々、タメ語を混ぜることです。ちなみに、日本語がそんなに流暢に話せないという方、安心してください。僕は、ちょっと片言の日本語が大好きです。僕がそう思っているということは、隣の山田さんもそう思っているはずです。いや、誰やねん。日本語を学んで、頑張って話しているというだけで、かなり好印象です。本当です。
自分の日本語に自信がないという方、それはあなたの最強の武器になります。うまく伝わらないときは、とりあえず笑ってごまかしましょう。それで、一緒に笑ってくれる相手だったら、最高じゃないですか。すみません。他に言葉が見つかりませんでした。はい、今回の話はこれでおしまいです。あなたの意見をぜひコメント欄で聞かせてください。共感できること、共感できないこと、この動画の感想など、あなたの意見をもらえると、僕も新しい発見が生まれます。そして、何よりコメントをいただけることが嬉しいです。できれば日本語でコメントを書いてみましょう。自分の意見を日本語で書くことで、覚えるスピードが圧倒的に違います。間違っても大丈夫です。翻訳機を使っても OK です。ご希望であれば、あなたの日本語を添削します。言語学習はアウトプットがとても大切です。ぜひ、この場を使って、どんどんアウトプットしてください。では、また次回お会いしましょう。最後まで見ていただき、ありがとうございました。